明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。今年一発目の動画になります。今日は初心者向けの動画を撮りたいと思います。昼間よ女の子なんだこれおめでとうございます。本年もよろしくお願いします。どうしたんですか。いやこれはね、友達というかダンスパフォーマー仲間の、お友達にダンス仲間に作ってもらった、昼間さん人形なんですね。5体5レンジャーということで、昼間くん人形を作ってもらいました。自分好きじゃないですか。自分大好きっていうので、ちゃんとこれ盆栽持ってるんです。全部そうですね。みんな盆栽を持ってるんですよ。違う盆栽を持ってるんで、これこんなんでちょっと遊んでみましたということで、今日新年一発目ということで、今年からですね盆栽を始めようという人のためにどんな盆栽を買ったらいいのかとか、この樹種別の違いですね、樹形の違いだとか大きさだとか形だとかってこんな話をねちょっと本当に初心者向けにちょっとしていきたいと思いますので、なるほど、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあこっち移りますか。これもうおしまい。もうおしまい。それではですね、まず、盆栽のご説明になるんですけど、我々ここのね東寺園に来て一番最初に標本っていうのがまずあって、ここにですね1ページ目に一番最初に書いてあるのは、この木は太い木ですか細い木ですかっていうのがあります。それから、古い木ですか新しい木ですかっていうのがあって、それから、いろんな樹種があるんですよ、こういう説明が入るんですね。基本的には太い木なのか細い木なのか、太い木は太い木のように作るし、細い木は細い木のように作っていくよという話なんですね。ちょっとね、中ぐらいの太さのものって結構実は多いんですよね。実はそういうのが多いんですけど、細い木でなければもうやはり太い木として作っていくしかない。であとは、削れるような小剥類であれば本当に何ていうかな、こう削っていって、細い木にしていくとかっていうことで、基本的には太い木なのか細い木なのかっていう見分け方をするというのが一つあります。太らせることはできるけど、痩せさせることはできない。痩せすることはできるけども、人間はねできますけど、木は太ったらやっぱり痩せられないので、でもう一つは、古い木と新しい木で、古い木はあまりこう無理はできない。古い木だとその培養の仕方もちょっと変わってくるんですけど、若い木っていうのは比較的まだ枝がどういうふうに変わっていくか分かんないんで、枝数を多くつけていくとか、そんなような作り方をしていきますね。これはまだようやくこう古さが出てきて、これはまだ若いですよね。ツルツルな感じで、いう感じですね。ちょっと派手な話入っちゃうと、五葉松と黒松赤松って小学でいうと3つあって、赤松黒松はだいたい10年ぐらいで下の方から肌がこう来るって言われてるんですね。10年ぐらいだから、これを見るとだいたい20年か25年かなとかって、そんな感じがなんとなく分かるんですね。よく盆栽屋さんが樹齢何年ですかって言われて、推定で答えるのはこういうところ見て、そういうことですね。ちょうどこれが今変化の仕方も100年200年になっちゃうと、それが何年かよく分からないですけど、こういう木ってちょうど本当にこう肌から10年目ぐらいからこう肌が来てって、これ今だ上がってきて、でこれまで来るともう結構早いです。これもうあと数年でこう肌が荒れてくると思うんで、この木は10何年か、そうですね。10年目で来たとすれば20年とかそんな感じかなっていう気はしますね。なるほど。で幹の方が肌が出た後に今度は枝の方にまたこうひび割れというか肌が来るという感じなんですね。で五葉松は30年経たないと肌来ないっていうんですよ。五葉のが遅いんですね。ですから五葉は下の方から肌が来るっていうのは30年ってことは、上まで来るともう50年選手とかそういう風になってくるのかなっていうのが一つの見分け方であって、でこの時代がやっぱり金額に変わってくるんですね。そうですね。
だから盆栽いかに安いかっていうことだと思うんですよね。言いたいですね。言いたいだいぶ端折りましたけど、だいぶ端折りましたけど、そうそう毎日毎日やってね、何十年かけて水を毎日あげなきゃいけないし、そう毎日2万円で20年だったらいくらになるのよって話ですよね。そういうことで、まあ比較的盆栽ってお安いんですよという話ですね。はい。で、今度は新しく盆栽始めようっていう人にどういうふうに木を選んだらいいかですね。で、私なんかお勧めするのは、まあ大きくは小白類と雑木っていうのがあるんで、どっちが欲しいですか。だけどそれすらも分かんないっていう人いますよね。そうすると例えば、雑木が欲しいよっていう人だとするとお勧めするのが、まあ、カエデであったり、モミジであったり、ケヤキであったりという木があります。で小白が欲しいよっていうと松もさっき言った3種類があるんですけど、今度はね太い細いって話さっきしましたけど、割と太い小白が欲しいなっていう方は黒松がいいと思います。細い木がいいなっていう方は赤松がいいかな。で五葉松は、まあ、いろんな樹種、まあ、赤松も黒松もいろんな樹種樹形もあるんですけど、葉生のねいい木をごめんなさい選び方になっちゃったんですよ話がね。五葉松はねでも比較的やっぱり王様ですね。五葉松とか黒松っていうのは、盆栽の中の王様ですね。でやっぱり黒松もどっしりしていいですし力強いですし、五葉松って割とこう品があるんですね、松としても。なんで私五葉松大好きなんですけど、まあ、葉が短いからそうですね、まあ、商品にもしやすいしおしゃれな形もできるし、そうですね、いろんなねこう変わり木なんていうのは結構五葉松も結構いっぱいあって、自然に実も出せますし、非常にだからさっき言った肌が着づらいですから、肌の来た五葉松なんていうのは非常に貴重だし、ちっちゃいのはやっぱり五葉松高いですからね。そうですね、だから買う時は小さい五葉松は、まあ、欲しいけどもちょっと値段張っちゃうかもしれない。だからまあさっき言った太いんだったら太いのがいいなと思ったら黒松、細いんだったら赤松かな、こんな選び方ですね。で、ちょっと雑木の話をしますと、これがカエデで、カエデは非常に丈夫なんでおすすめです。なんか割とこう少ないって最近言うんですけど、画風店のなんか映像見たらすごい高いですね。何がカエデ結構高かったですね。値段上がってる、分かんない、そういうね画風店とか国風は割と高めについてるのかもしれないですけど、結構、まあ、出来上がった木が多いですからね。高かったですよ。あんまり言わない方がいいじゃないまあ割とね、まあ、人気のある樹種ですよっていうことで、でさっき言った太い木って言ったらこういう木は太い木なんですね。太い木、で細い木っていうのはこれ割と細いですけど、カエデまあちょっとそんなにこの辺の方がいいかなと思ってるんですけど、で雑木でやっぱり買う時に注意っていうか価値が高いのがこういう足元の粘りですね。粘りとこの立ち上がりといって、ここら辺の変化ですね。でこっちはね割とおとなしいんですけど、こういう木でも雑木はいいです。もともと優しい木なんで、こういう曲の強い木もあるし、こういう優しい木でもいいですよ。でましてやケヤキなんていうとこれまっすぐな木ですから、そうでこれもそうですね。これはモミジですね。なかなかねこういうのは立派な木なんで、パッと買うことできないですけど、粘りがあって、苔順って言ってだんだんこう焦げていくっていう感じなんですよね。そういうような形になってます。ですから雑木を買うんだったらこういうような、粘りだとか、あとは曲の面白さですね。であとは太い木も細い木もいいですよという話で、今度はね樹種の大きさごとの話をします。商品盆栽ね、私も始めたのは商品盆栽から始めたんですけど、始めた頃に展示会に行ってベテランの方から、この会の会長さんから言われたのは、商品盆栽を買うときは足元の一曲だって言われたんですね。できるだけ低いところに曲のあるものを買いなさいというふうに言われました。でそれが、先ほど言ったこれなんですよ。足元できるだけ低い位置に一曲あるよ。でこれあえて持ってきたんですけど、私最近お祭りでよく出すんです。香丁木、
この足元なんですよね、ありますね、ここの曲なんですよね。で上なんかは結構まだまっすぐなんで、もうちょっと本当は曲つけたいぐらいなんですけど、これはもう足元がいいっていう例でちょっと持ってきたんですけど、なるほど。こんなようなことがあります。足元の曲は後からつけれないから。つけれない、太いから。そうなんですよね。これだけ細くなっちゃうともう足元曲げられないんですね、で結構地べた針金刺して曲げようと思ってもぐらぐら針金が動いちゃって、なかなか足元に曲ってつかないので、商品盆栽の場合はこういうものを、選ぶというのがいいと言われてます。なるほど。で商品盆栽の場合は足元の一曲が大事ですよって言うんですけども、大体それがね中品になったりとか大品とかってなってくるとそんなに気にならなくなってきます。目立たない。目立たない。だからそれは小さいやつはそうした方がいいよっていうのはあるんですけど、少し木が大きくなってきた場合はそんなに目立たなくなってくるし、そこはねあんまりこう癖が強すぎてもおかしい場合もあるんで、だんだんそれはね大きさが大きくなってくるにつれて足元の一曲っていうのはそんなに気になくなってきますと、で商品盆栽でもこういうふうに優しい木はそんなに違和感ないんですね。これも曲あるっちゃありますよね。曲はね、そうこうね、あるってこうね見ればあるってはある。だけどやっぱり粘りだとか、この優しい、臓器っぽいような動きの方が大事なんで、変に曲がつかなくてもいいですよ。ちょっと矛盾したこと言ってるんですけど、小白は、今の時代言っていいか分かんないけど男の木みたいな。そうですね。そう木は女の木みたいなね。言いますね。だから傷とかないような木は選んだ方がいいですということですね。そうで足元の一曲の話で小白のこれはねソナレっていう木なんですね。変わった木でこれ山鳥らしいんですけど、これはやっぱり足元の変化が面白くて買ったんですね。これいい木ですね。このシャリゲーと、でこれが足元曲がってるからいいよって言うんですけど、これそっちから見るとまっすぐじゃないですかここ。そうですね。でこういう時何するかっていうと、曲げれば曲がるでいいんですけど、これがねこっち側のこういうシャリゲー、こういうことでそのまっすぐをね、ごまかすって言い方よくないんですけど、気にならなくなるようにすることはできます。図書はね、そうですね、シャリいいのいっぱいありますよね。ありますからね。だからまっすぐだからって何でもね噛んでもダメっていうよりはというんではなくても、こういうふうなやり方でやり方もあると、模様をつけることができます。でまっすぐなやつをシャリをこうぐるぐる回しながらね捻転してるように見せるとかっていうのと同じように、シャリゲーでこういう捻転をすることが、小白の場合ですけどね、できるということです。じゃあ今度は樹形の話をしましょう。樹形はですね、一般的に多いのがやっぱり模様木って言われるもので、さっきの五葉松もそうなんですけど、こういう一応模様の入ってるようなもの、これを模様木っていうんですね。これ意外と多いですね。でこれもそうですね。これはあれですね、盆栽世界さんでやったやつですね。なるほど。こういう変化ある形に、こっちにね実際枝があったんですけど、こっち流れの模様木にしたという、これは模様木です。であと直管樹形があって、これはね欅とかあとえのきだとか、雑木でいうとそういう木が割とこうまっすぐなるんで、こういういわゆる直管の代表選手みたいなもんですけど、でほうきみたいにしてほうき立ちっていうんですけど、こういうのを作ります。で小白でも直管っていうのがあって、こういう杉ですね。これは八つ房杉なんですけど、杉とか石化ヒノキとか、どっちが正面だ、こっちかな、というような、直管樹形もあります。で、我々もずっと、言われてきたのは、自然の木を見て、勉強しなさい。欅って街路樹とかにもいっぱい植わってますけど、みんなこういうまっすぐな木が多いと思うんですけど、だから欅の県外とかってあんまないんですよね。ないですよね。変わった木で欲しくなるんですけど、今はもう多様性の時代ですから、そういう木があっても
もいいんだと思うんですけど、一応まあそういう自然の木を見て、まあ、真似た方がいいですよと。なんでこれが文人木っていうんで、文人っていうのはいわゆるそのまあ多分中国から来たような言葉だと思うんですけど、まあいろいろお坊さんであったり、まあ、高貴な方、お坊さんの中でもかなり上の方というか、絵を描いたりだとか歌を歌ったりだとか、書を書いたりだとかっていろんなことに長けた本当に、年配のというか、まあ、仙人みたいなもう、お坊さんの中でも一番偉いです。なんでやっぱ古くないとダメなんですね、だからまだここは文人じゃないって言えば文人じゃない、文人帳って言いますね。文人帳だったり文人受刑なんだけど、文人かっていうとまだまだ甘いっていう、若いよねっていう、これはね、半券街ってやつですね、大体こう半分ぐらいってのは変ですけど、これは峰東っていうやつなんですけど、ちょっと針金がねかけてもっとビシッとやりたいんですけど、端の短いね非常にいい種類ですね。半券街、上松結構半券街多いですよね、非常に。だから半券街ってね、結構ある時期ね半券街すごい好きになる時期があるんですよね、盆栽やってると。そうですね、でこの半券街の御用だとかね、そんなやつを、結構集めることが多いんですけど、でこれはですね、これも、一応図書じゃないや心拍だ、心拍どっちが正面かですね、こっちで作ってるのかな、はい。でこれは今のところこう半券街なんですけど、こういうふうにすると県外にもなる、植え替え次第でね、ですね、だからこれなんかも樹形をどうしようかなって、これもあれハンギング盆栽はこれ半減県外じゃないですか、あれ前ありましたね、ボーってね、すごいバズったやつね。そうですね、そうああいう県外樹形っていうのもありますので、ただ置き場は結構大変なんですよね、県外するとね、大変なんであれですけど。ちなみに半県外と県外の差はどの辺で？いや、やっぱりここ下まで下がってるかどうか、8より、そうですね、この8に対してですね、頭の位置かな、そうですね、まあその全体のこの幅りというか、この位置がこう下まで来るかどうかですよね。で半県外と県外が変わる、半県外か県外か、いう木ですね。初心者の方がこれ見てると思うんですけど、これを見てどうすればいいのか、そうですね。まずは何が欲しいですか、小白なのか雑木なのかで、私がおすすめするのは1本ずつあったらいいと思いますよ。なるほど。で小白っていうのはいわゆる常緑樹ですから、年がら年中あんまり変わらないんですね、葉っぱも落ちないし、で雑木っていうのは春に小さい芽がぷくっとこう吹いて、芽吹きがこうね吹いた時がすごく嬉しいんですよね。そうですね、1年のスタートが春にあって、で夏は今度新緑の緑がいっぱいになると葉が旺盛に茂って、で秋になると今度紅葉があって、で、冬になるとそれが今度落葉して裸の形になるっていう四季折々は、楽しめますので、カエデモミジこういうね欅なんかは非常に楽しいんじゃないかと思うんで、小白と雑木ですね。で小白も松にするか、人気の心拍にするか、というところで、2つあるいは、松と心拍とかね、この3つぐらいとか、こんなのがあると、雑木の方があと成長早いから、そうですね、面白いですね。それもいいと思いますね。そうで枝は結構バチバチ切れますんで、五葉松はね芽吹きがあんまり難しいので、先端切りながら懐からこう吹いてくるのを期待するしかないんですけど、あれかな、黒松なんかおすすめかもしれないですね。比較的さっき言った値段的にも割と五葉よりは、そうですね、数も多いですからね。なんで買うときは足元の一曲をということですね。小さなやる場合はですね、で中品とか大きいやるやつはそんなに気にしなくていいんで、見るときはこう五葉の場合は葉章、それから、肌ですね、で値段が全然こう変わってきますんで、あと雑木なんかですとやっぱりそういう粘りとか幹の模様とかいうところを、探して見てね選んでもらえればというふうに思います。今年一発目の初心者に向けた、初心者に向けたちょっとトークになりましたけど、ぜひ一緒にね盆栽をやっていきたいと思いますんで、よろしくこういうとでぜひチャンネル登録もしていただいて、たまたま見ちゃったって方結構いるんですよね。そうですね、おすすめでね、おすすめで、たまたま見ちゃったっていう方ぜひ盆栽ハマっちゃってくださいっていうことで、過去の動画を見たい方はメンバーシップぜひお願いします。そうでそこでもいろいろ出てますんで、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。
おまけおまけいいですか。どうしようか。さっきのねちょっと言い忘れたのは1個、自然の木を見てっていう話、はい、冒頭ね、我々がその盆栽を習った時に自然の木を見て勉強しなさいよっていう、話をしたんですけど、なんだっけ、その作品展の時の説明もしたんですけど、樹幹だとか頭だとか、挿絵だとか流れだとかってなんで、それで作ってんだろうっていう話があって、実は自然の木とそこはね盆栽は違うっていうところがちょっと言っとかないといけないんですよね。そうですね。私はね美の創造って言ってるんですけど、かっこいい。かっこいい創造ね、美しいものを作っていくんだよって、でその話を作品展の時のこれメンバーシップ入れば見れるやつ、ね、もうでも結構回りましたねあれね。そうですか。動画そうですか。1万近く行ってましたね。そんなに。はいはい。限定公開したら。限定公開で3日までで、はい、そう。いやあれすごい、本当はすごいいろいろネタが詰まってて、はい、メンバーシップ入れば何度でも見れますんで、はい、見れますんでで今言ったようにその頭だとか挿絵だとかってやっぱり石飾りがあるからやっぱり盆栽って作っていくっていうところがあって、で作品展終わった後にちょうど Q さんも一緒にここで聞いてたじゃないですか。ここにお弟子さんで40何年いたお弟子さんが言ってたのは、自然の木を見るんだけれども自然の木と違うように作んなきゃいけないんだよって、じゃあ違う、自然の木と同じじゃダメなんだよって。自然の中にあったらいいなっていう木を作るみたいな感じじゃなかったですか。そんな感じですね。そんな感じですね。自然の、ただやっぱりね、私多分言いたいことを一緒で、自然を見て勉強するんだけども自然と全く同じじゃない。で、よく自然の木でこう風がバーッとこう吹いてきてるような山の例えば松なんかあった時に、頭ってこう例えば天神でも枯れてる頭ってなかったりして、で枝は間延びしていて先端に葉っぱがあって、で下の方の枝って日がね当たらないからやっぱり古い木って枯れていくんですよ、はい、そうすると頭もないし挿絵でもない。だけど盆栽作る時ってこう上を手繰って頭を作ってで間延びしたやつもこう手繰っていって枝にして、で挿絵だっていうのも飾りがあるから種木があって添えがあって、それを刺す枝ができてくる。だからやっぱり自然の木を見て勉強するんだけども、そこにはやっぱりその盆栽の飾りというところの、イメージがあって、それを飾ることをイメージして盆栽は作っていくんだということが、これ結構大事な話なんで、なんで頭必要なのとか挿絵が必要なのとか流れが必要なのって言うんですけど、そこはやっぱり、最終的な、到達点の飾りっていうところをねイメージして盆栽は作っていくんだよということで、だから自然界のものをまるっきり真似しても美しい盆栽ができるとは限らないということですね。なので自然界の中にやっぱあったらいいなっていうような、そうですね、そうですね、あったらかっこいいなっていう木を我々が作っていく。ただまだ行ったり来たりしちゃうんですけど、これ自然界にあるかってないですよ、こういうない太いのね、こんな木はないんで、だからやっぱりそれをやっぱりどうしても飾るっていうところはね、何でしょう、美の創造は作る方の創造ですね、だから美しく飾るために美しく仕上げるんだよと、作り上げるんだよと、それが盆栽の楽しみかなと思いますんで、ここはおまけですけど大事なお話なんで、わかりました。はい、非常にロマンがあるそうお話ですね。で松柏はもうどうにでも作れます。どうにでも作れる、畳み込みもできますけど、畳み込み注意しなきゃいけないのは、雑木なんかはできないですから、折れますんで、そうですね、実は話どちらかありますけど、初心者向けだから畳み込みって分かんないですけどそれも動画見ていただければギュッと小さくするんですけど、ぐにゃってね、はい、そういうのは松柏は赤松、黒松、赤松もできるかな、心拍何でもできますんで、そういうのは松柏でやってもらえればと思います。勘違いしてこういう木でやらないようにっていうことで、いいですね。でもなんかこういうトークの回もね、話でね、たまにはこれ新年なんで、編集時間も短く済みそうでありがたいです。今バラエティーに富んだいろんな話しちゃいます。いろんな話を、ということで参考にしていただければと思います。わかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。すみません。はい。